皆さんどうもこんにちは。さあ来ましたよ。今日の動画はこれです。はい、嬉しいことがあったんですよ。ハンガリー首都でですね、メッセンジャーバッグとか、リュックとかね、そういったものをですねハンドメイドで作り続けているバガブーです。バガブーバッグ、もともと僕ピストからね自転車入ったんでメッセンジャーバッグもすごい好きで、このメーカー知ってたんですけども、なんとねバガブーから声かかったんですよ。ケンタさんよかったらバガブーちょっと紹介してくんないというふうにねお声掛けをいただきまして、いやこんな光栄なことはないですよと。日本で販売しているところが少なくて、それこそブルーラグさんとかサークルズさんとかそういう海外のカルチャーを取り入れたショップじゃないと取り扱ってないようなところの本国からですねご連絡をわざわざいただきまして、いやもうぜひぜひということで今回はですねバガブーバッグ一緒にねタイアップ動画作らせていただきます。このバガブーのバッグを使ってメッセンジャーバッグのメリットとデメリットをねしっかりと忖度なしでご紹介したいと思います。はい、いいでしょう。タイアップですけども忖度なしでデメリットもバンバン言います。それを見てですねバシッとハマる人ぜひねチェックしてみてください。今回はバガブーのメッセンジャーバッグの中でもワークホースというですね、どっちかというと本格的なタイプですね。はい、メッセンジャーを仕事としている人とか荷物を運搬することに特化した結構ガチめのメッセンジャーのラインナップですね。これをですね軸にちょっとねいろいろお話しさせていただきたいと思います。メッセンジャーバッグ気になってんだよねとか、リュックとメッセンジャーどっちもいいなと思ってるんだけどどっちがいいかなと、2023年改めてねどっちの方が自分に合ってるかなっていうのをねこの動画を見てね参考にしてもらえばなと思います。まずメリットからいきます。メリットはですね、このメッセンジャーバッグはやっぱり乗車時自転車に乗った時に快適です。リュックと比べて圧倒的に楽、本当にマジで楽です。冗談抜きで楽です。特に乗車時に関しては肩には全く乗ってなくて背中のようにポンと置かれてるような感覚にとても近いです。本当ねキッカーのスマートローラーはねローラーするだけじゃなくてレビューにも使えるっていうのがですね本当に重宝しております。はい、ローラーもねもちろんバンバンやってますけどね、よくあるのがねここで締めるとかね、ここでこう前に行かないようにするとかはあるんですけども、まだまだあります。はい、ここ見えますでしょうか。ここの部分もさらにグッと寄せることができます。ここがギュッとね寄りましたね。重い荷物を背負った時どうしてもこう肩が痛くなりがちなんですけども、はい、バガブーのこのワークホース、このシリーズはですねなんと、両肩で背負うことができます。このように両肩で背負うことができるので、メッセンジャーバッグの弱点であるちょっと右肩だけまたは左肩だけね、重力が来て重いみたいなことがないです。リュックと同じようにバッグの重みをねこう分散してくれるっていうのがね非常によくできてます。これかなり気に入ってます。でですね、乗車した時ですねこのような形になるんですが、しっかりとねバッグが背中上の方にですね密着してくれるおかげでですね、背中の上にポンと乗ってるような感じにとても近いです。バッグの重みが肩にのしかかってるっていうことは全くないですね。基本的にはこの状態で走ることができると非常に楽です。曲がったり、止まったり、人によってはこうスタンディングとかねする人とかいると思いますけども、そういった場合でもですねバッグがこうふにゃふにゃしないね、しっかりとこう自分の体に密着してくれる、走りやすい、これがなんといってもメリットですね。リュックですとここでしか支えることができない、またはね腰のベルトもあったりはするんですが、基本的には密着させるためにはかなりギュッとここを締めなきゃいけません。そうなるとねここがかなりね辛くなってくるんですが、メッセンジャーバッグの場合は X わかります X ですよ。はい、X 軸でしっかりとね固定することができるので、この辺りが辛くないきつくないのがポイントですね。快適に走ることができます。これがね最高なんですよ。自転車で現地でね撮影しに行く時なんかは僕はいつもこんな感じですね。でですねほら見てください。もともと創立者メッセンジャーということもあってこう反射板がついてますけども、こういうところもいいよね。乗車した時に反射材がしっかりとね機能してくれるような場所に配置されてます。
こういうガチ系のメッセンジャーバッグっていうのは基本めちゃくちゃでかいんですよ。私生活にはちょっとこれはでかすぎでしょっていうものがこういう作りになっているものが多いんですが、バガブーバッグの場合はデイリーユースでも使えるようなサイズ感で、かつこのスタイルのものも結構用意されてます。この辺り非常にポイント高いと思います。通勤通学で使う人とかがね、多いと思いますけど、そういう人ってね、こんながっつり50リッターとか必要ないんですよ。せいぜい2、30あれば十分だとは思うんですが、そういった人たちもですね、肩が痛いとかね、こういった高機能なバッグあるといいなと思うんですが、そのあたりもしっかりと押さえているのがこのラインナップのいいところでございます。ちなみに僕これね L サイズでございます。ワークホースの中でも L サイズのものを使ってます。身長180センチ、体型普通なんですが、普通のつもりです。太ってないと思うんだけどサイズ感でいうとこんな感じですね。非常にL サイズでも結構大きめになってますので、普段使いなら M サイズで十分だと思います。僕はこの中に機材を結構入れてます。あと着替えとかねありますけども、1泊2日、または2泊3日の自転車旅というよりかは撮影ですね。撮影機材プラス着替えとかヘルメットとか入れるときはこれでいっちゃってます。十分いけますね。サイズ感ね参考にしてみてくださいね。でも正直超快適だったから、これが最高。これがあるからバガブーにするべきと言っても過言ではないぐらい、本当にここがあるだけでもうなんて言うんだろうな、すっごい楽なんですよ。さあそしてメリットその2なんですが、生地が頑丈です。この辺は全てのメッセンジャーバッグに言えることだと思いますが、基本的にはかなり丈夫なものでできてます。毎日ガシガシ運搬したり仕事したりする人のために作られたものが多いので、バガブーに関してもそれは同じですね。コーデュラナイロンを表に使っていて、でですね、めくるとターポリンですね、防水性の高い生地を使っているということですね。完全防水ではないんですが、ちょっとした雨だったら基本的にはほぼ大丈夫でしょうといった感じですね。こういったリフレクターもあるのはもちろんなんですが、ストラップありますね。こういう感じで、リアライトみたいなのをつけることもできるので、走ってる時にね、後方にねこうアピールすることができますよね。こういうところもいいなと思っております。自転車乗りが作ってるだけあってですね、よくできてます。そしてメッセンジャーバッグといったらこれだよねというのが、このどでかい開口部ですね。ボンと開けるとですね、もうめちゃめちゃでかい開口部ですね。大きな口になっているのが売りになっております。メッセンジャーバッグといったらこれだよねといったような感じですね。荷物の制約ないです。もう好きなものを好きなだけ入れてくださいといったような感じでございます。ヘルメットなんかもね、マウンテンバイク用なんかももう適当に入れちゃって OK です。全然全てを解決するこのでかい開口部、これがですねメッセンジャーバッグのいいところではあるのかなと思います。メッセンジャーバッグらしいところかな。こういうでかいもの、僕はねこれよくいつも使ってるんですが、こういうのもドカンと入れて、でもスパッと、このメッセンジャーバッグというこのスタイル、ファッション的な要素っていうのはですね、僕はいいなと思っていて、もともとはメッセンジャーというねこのカルチャー的な部分と、自転車というねカルチャーがこうミックスされて作られたバッグがこのメッセンジャーバッグではあるんですけども、自転車カルチャーの象徴といっても過言ではないこのスタイルがですね唯一無二で、あの人絶対自転車好きじゃんってなるこの瞬間、僕自身も自転車とやっぱ関わっている人間なので、やっぱこういう部分もね、大切にしたいと思ってます。もともとそっちから入った人間なんで、その軸の部分はなるべくこう崩さないようにこれまでもずっとやってましたけども、やっぱりこの辺りはですねやっぱり大事にしていきたいし、上手に使えば本当に便利なバッグですので、この辺はねいいところだと思ってますし、いいところだと伝えさせてください。個性的だよねこの感じがね。すごくこう個性的で僕はね好きなんですけどね。サイクルジャージで、勤務先まで走ってシャワー浴びて仕事するっていう人もいると思います。サイクルジャージにも全然違和感なく合わせられるっていうところもですね、せっかくなんでお見せしていきますね。そしたらですね、サイクルジャージに着替えました。この状態だとね、まず背負いやすい、ぴっちりしてるからね
ピッチピチだから超背負いやすいですけども、最車で通勤してる人はね結構いると思います。どうでしょうか。僕は結構好きです。正直自転車乗るときはこの辺りが結構動くですよね。でたまにちょっとこう休んだりとかももちろんしますけども、いずれにしろこの辺りの可動域が結構広いとですね、乗るときにすごく楽です。ここがギュッと縛っちゃうとですね、ここがちょっと窮屈になってしまうんですが、メッセンジャーパックはですね、この辺りがあまりこうギュッとねされないので、非常にこう走ってて楽、走りやすいのがとても気に入っております。ちょっと今ライトもつけてますけども、車に対してもかなりアピールはしやすいのかなと思います。この高い位置はね、普通にスタイルの一つとして最車でももちろんね、さっきみたいな私服でもですね、どっちでも相性がいいっていうのはですね、個人的には気に入ってる点でありまして、バガブーはその中でもかなりよくできてる、本当によくできてると思ってます。細かい仕事がようできてるといったような感じですね。はい、なんで今手叩いた。はい、そしてですね、バガブーに関してはですね、カスタムメイドができます。これ結構大きな強みですね。カスタムメイドというとですね、サイズとかはもちろんなんですが、自分の好きなカラーをですねサイト内でポチポチやります。トレックで言うならプロジェクト1とかね、自分の好きなカラーでポチポチ遊べるじゃないですか。あれがですね、このメッセンジャーバッグでできちゃうわけですね。カラーオーダーだけじゃないよっていうところもですね、後でしっかりとご紹介します。はい、いいところばっかり言いましたね。悪いところもバンバンいっちゃいましょう。これまでメッセンジャーバッグ最高だよって話をずっとしてたんですが、もちろん弱点もあります。はい、この辺もですね結構長く使ってたからこそ僕の中で、分かったことがねありますので、そのあたりお話ししていこうかなと思います。まず一つ目の弱点はね、重いです。重量が重いのが弱点だと思います。メッセンジャーバッグ全てとは言いませんが、頑丈なコーデュラナイロン、そして後ろはターポリンということで頑丈に作るがゆえにですね、重量がその分重くなっちゃいます。頑丈で軽いといったような素材は結構あるんですけども、めちゃくちゃ重い荷物を入れるとか、ちょっとねとんがったものを入れたりとかすることって結構やっぱりあると思うんですよね。そういうのにも耐えられるようにバガブしかり、クロームとかもそうですけども、バガブに関しては頑丈に作っているがゆえに重量は結構あります。僕のこのバッグね、ワークホース、これ L サイズですけど、これに関しては2キロ近くあるのかな、バッグだけの重量で。なんでそこそこ重量はあるのかなと思います。素材だけじゃなくてですね、こういうですね肩の部分ですね、しっかりと肩をこう支えるための部分だったりとか、こういうところもですねパッチンと留めるような部分、ベルトもすごいしっかりとしたシートベルトと同じ素材のものを使ってたりとかですね、非常に作りがいいがゆえにですね、結構重たく仕上がってしまっている、重たくなってしまっているっていうのが弱点と言ってもいいんじゃないかなと思います。はい、こういうところもさ、プラプラしないようにあえてちゃんとこういうものをつけたりとかしてるんですよね。2つ目、仕切りがないことです。先ほど仕切りがない、ガバッと開くのがいいよねと言ったんですけども、これは人によってはデメリットにもなるかなと思います。メッセンジャーバッグっていうのは良くも悪くも仕切りがない、そこがですね売りでもあり弱点でもあると思います。物をね整理しづらいんですよね。例えばここにはシューズを入れて仕切りを1個挟んでなんとか違うものを入れてっていう感じにできないんですよ。ごちゃごちゃになっちゃうのが、弱点ではあります。ただですね、僕がバガブをめちゃくちゃ気に入っているところはですね、そんな弱点をなくしてしまう、ハンドメイドならではの仕組みがあるからなんですね。バガブはハンドメイドで自分好みのバッグを作ることができます。サイト上でね、先ほども言いましたが、カラーオーダーはもちろんなんですが、オプションでいろんなものをつけることができます。自分好みにね。僕もこれ実はね普通にカスタムオーダーをしたんですね。はい、自分の使い勝手のいいようにカスタムができるっていうですね、非常に珍しいメーカーでもあります。ベースの状態でですね、大きな開口部が1つ、そしてここですね、ここに大きなポケットが1つあります。大きさ的には iPad の一番でっかいのが余裕で入るぐらいですかね。さらにここを開けると小さなポケットが1つありますね。でここに僕はですねペンとメモ帳ですね、打ち合わせの時にパパッとちょっとねメモする時とかに使ってます。ちゃんとねペンを入れるホルダーも一応ついてるというのが、メッセンジャーっぽいよね。そしてここ大きなジップ、ここねジップなのは結構珍しいんですよ。
でこの中に財布とか鍵とか入れてますけども、まだまだ余裕はあります。はい、1つ2つ3つそして4つといったような、構成になっています。僕がつけてるオプションをねちょっとね軽くご紹介しますね。まずですね、ここパカッと開けるとですね、こんな具合になっております。で大きく見えますよね。まずここからいきましょうか。ここにね小物ポケットを入れてます。これもねオプションでつけることができると。はい、これですね。さらにですねメッシュポケットつけてます。もうちゃんと取っ手がついててね開きやすくなってるんですよ。こんな感じでメッシュのポケットを入れてます。こういうところに例えばメガネとかコンタクトとかそういったパッとね目につくものを入れてますね。でこっちはジップなしのメッシュポケット、反対側にも同じようなメッシュポケットということで、メッシュポケットが1、2、3追加されてます。でかいの。そしてここにさらにポケットをつけて、でこれですね、見えますかこれ、はい、ノートパソコンを入れるためのラップトップの何ていうんですかね、スリーブといいますか、固定するためのオプションもつけてます。これねバガブーの、パソコン入れなんですけども、こんな感じで結構しっかりとしたものになっていて、はい、こういう感じで入ってます。これですね、ちなみにオーダーできます。パソコンも例えば16インチで厚みが結構あるパソコン、 MacBook Pro、Air 何でもいいです。オーダーできます。特別価格とかじゃなくてベースで普通に誰でもカスタムできます。縦横厚み全部これをですね入力するとですね、自分のサイズにぴったり合った PC ケースがついてくると。でさらにバッグにも固定するためのストラップがこうねついてくるよということでね、メッセンジャーバッグなんだけども結構便利なんですよねこれね。はい、非常に助かってます。で僕の場合はここにですね撮影機材を入れてます。こういうですね、でっかい、仕切りがねブワーってなってるいわゆるインナーケースですね。カメラのインナーケースでございます。一眼とか、充電器とか、そういったもの、シチュエーションによってここに着替えが入ったりとかするんですが、いずれにしろこれをですね、僕の場合はこの中にスポンと入れて撮影とか出張に行くことがとても多いですね。もうミラクルフィットなんですよ。シンデレラフィット、めっちゃ気持ちいい。このねオーダーメイド感が最高でしょう。なんか自分好みのバッグを作れてしまう感じがですね、すこぶる気に入っております。はい、ここにスマホホルダーを実はね、仕込んでおります。取り付けるのはペタってねベロクロでつけるだけなんですけども、これもねこんな感じでこうスポンと入るんですが、オーダーしちゃいました。はい、自分の携帯のサイズに合わせて縫ってくれます。これも縦横厚みをですねそれに合ったサイズのものをね僕は作ってくれましたので、ぜひ皆さんもねやってみてください。すごくいいでしょ。僕 iPhone 13 Pro Max か iPhone 14 Pro Max でもいいし Galaxy とかいろいろあると思いますけども、仕切りがないっていうのがデメリットではあるんですけど、メッセンジャーバッグのやっぱそういう人もいるよねっていうんで、こういうオプション用意してるよっていうのがバガブーの特徴。はい、面白いよね。それでも僕はやっぱりねある程度やっぱカメラ機材とか持ち歩くのに仕切りが欲しいんで、インナーケースを持って対策をしているといった感じですね。もしもね仕切りが欲しい人なんかは工夫した方がいいとは思います。そしてデメリットね3つ目、こう背負ったり下ろしたりするのは手間がちょっとかかります。これねしっかりと密着する構造がたくさんついてます。先ほども言いましたけども、普通のリュックだったらキュッ、これでおしまいなんですけど、メッセンジャーの場合、このワークホースの場合は背負ったらブラーンってなっちゃうんで、まずはグッとねベースまで持っています。気持ちのいいポジションまで持っていく。次プラプラしてね前に行かないようにしっかりと支えましょうとね。でワークホースの場合はここにねパチンと止められて、もう片方の肩ね、肩痛いの嫌なので、はい、ここにパチンということで背負うだけでも2ステップ3ステップかかります。さらにこう密着させるとかいろいろこうですね、体に密着させるためのギミックがたくさん備わってますので、これらをしっかりとやるとなるとリュックよりかは手間がかかるかな。下ろす時もパッチンしますパッチンしますで引きますということで、慣れれば早いんですけども、やっぱりステップがねいくつか踏む必要があるといったような感じですね。はい。
一応これもねデメリットとしてカウントしてもいいんじゃないかなと。そして次ラストですね。これを背負って歩くとか、登山するとか何でもいいです。自転車以外のシチュエーションでは、どっちが楽かっつったら基本メッセンジャーバッグよりリュックサックの方が楽だと思います。歩くんだったらね。重い荷物をずっと背負いっぱなしになっちゃうとやっぱり歩きに関しては全部ここに乗っちゃうので正直しんどいです。なのでもしもメッセンジャーバッグで歩くことも多いんですっていう人はですね、この両肩で支えるタイプのもの、バガブーに関してはワークホースをチョイスした方が絶対にいいと思います。これだったら、リュックと変わらないかそれ以上に楽です。この辺りですね、メッセンジャーバッグね検討している人なんかはかなり気使った方がいいと思います。こう歩いた時にどうしても肩にね荷物はのしかかっちゃうので、右肩だけ片方の肩だけだと結構しんどいので、必ず左肩もサポートがあるものをチョイスした方がいいと思います。自転車に乗る時はね非常にもう超快適なんですけども、降りた後ですね、例えばもう10分20分歩くみたいなシチュエーションの時はですね、リュックの方が正直楽っちゃ楽っすね。ということで、メッセンジャーバッグのメリットデメリット僕なりにね結構真面目に答えさせていただきました。いかがだったでしょうか。参考になればね幸いでございますけども、バガブーはですねメッセンジャーバッグが好きな人からすると結構ね有名なブランドで、別にその中超絶マイナーとかじゃないんですよ。昔からハンドメイドずっと頑張ってるようなメーカーでございまして、多分メッセンジャーバッグとか好きな人からするとバガブー使ってんのいいねみたいな感じで絶対になるんですよ。デメリットもたくさんあります。その弱点を上回るようなメリットは僕はあると思っています。特にもうスタイルという面ではね、やっぱり自転車好きとしてはですね大切にしていきたいなと思っていてですね、これからもこれはずっと使っていくとは思います。一番気に入ってるメッセンジャーですね。お世辞抜きでめちゃくちゃ気に入ってます。ハンドメイドっていうとどうしても高いイメージがあるんですけども、値段もそんな高すぎないっていうのがですねこのバッグのいいところかなと思います。参考までにこれ値段なんですけども、バガブーのオンラインショップだと19,600円、だいたい2万円しないぐらいの金額で M サイズが購入することができます。これにねオプションでカスタムしたりするともちろん、追加した分だけかかってはくるんですけども、ベースはこのままなので値段的にも手が出しやすくていいんじゃないかなと思ってます。大変気に入っております。サイズ展開は ML、XL、XXL とありますけども、 L サイズでこのデカさですからね、 XL とかマジとんでもない大きさになっちゃうと思います。ということで今回の動画は以上でございます。もしもね参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。